10個の房を作ることで髪の毛がモデリングしやすくなります。はい、夏森勝です。今回は髪の毛のモデリング方法を解説します。髪の毛のモデリング方法はいくつかありまして、人によってそれぞれやり方は違うと思います。ここではアニメ調の髪の毛をモデリングしていきますので、制御がしやすい、扱いやすいということで、カーブから髪の毛を作成する方法を解説していこうかと思います。この動画は最初に下地を作成、カーブの解説、髪の毛をカーブから作成し、メッシュ化、枝分かれ、UV 展開、テクスチャーペイントをするまでの工程を説明するという内容です。また、この動画はいくつかのショートカットキーが出てきます。特に多いのが G キー、R キー、S キー、E キー、L キーです。G キーは移動、R キーは回転、S キーは大きさのショートカットキーとなります。移動させたい場合は必ず頂点やオブジェクトを選択した後に G キーを押す必要があります。そしてこれは回転の R キーと拡縮の S キーも同じことが言えます。また E キーは押し出しと言いまして、例えば頂点やカーブの制御点を増やしたいときに使うショートカットキーですので、これも覚えるといいです。そしてカーブを扱う際よく使うのが L キーです。複数のカーブがある中、一つだけカーブを選びたいとき、この L キーが大活躍します。もちろんこのショートカットキーはカーブだけでなく、独立したメッシュのみを選択したいときにも使えますので、覚えておくと大変役立ちます。他にもショートカットキーはたくさん出てきますが、この5つは特によく出てきますので、覚えておくといいです。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。髪の毛を作成する前に先に下地を作成します。下地というのは頭皮を隠すための髪の毛となります。というのも、髪の毛をポリゴンからモデリングしようとすると完全に頭皮を隠すのが難しいからです。そのため、まずは下地を作成して頭皮が見えないように工夫をするところから始める必要があります。まずはメッシュを見やすいようにモデルをソリッド表示にします。次にシフト A から UV キーを追加。一旦顔は非表示にしましょう。そして左右対称に編集できるようにするため下地をミラー化します。ここでは楽にミラー化ができるオートミラーというアドオンを使いましょう。アドオンというのはブレンダーに機能を追加するものを言います。アドオンには様々な機能を持つものがたくさんありまして、追加することで作業が効率化できたり、好みに合わせてどんどん使いやすくすることができます。またアドオンには公式が用意しているものからユーザーが開発したものまで含まれます。実際にアドオンを見てみましょう。上の編集をクリックし、中にあるプリファレンスを選びます。プリファレンスが表示されますので、左のメニューの中にあるアドオンを選択します。すると右の項目にたくさんのアドオンが表示されます。チェックが入っているのは現在有効化しているアドオンで、チェックが外れているのは無効化しているアドオンです。有効化することでアドオンが使えるようになり、無効化することで使えなくなるということです。ここからアドオンを探してもいいのですが、見つけやすくするために虫眼鏡アイコンの検索欄を使いましょう。オートミラーを見つけたいのでオートと入力します。すると該当するアドオンが絞り込まれます。しっかりとオートミラーが表示されましたので、これにチェックを入れます。最後に左下のアイコンをクリックし、プリファレンスを保存し、プリファレンスは閉じましょう。これでオートミラーが有効化しました。ちなみにアドオンはすごく便利なのですが、あまり多く入れすぎるとブレンダーの起動が重くなったり動作が不安定になりやすいです。さらにショートカットが競合してしまうというデメリットもありますので、アドオンは使うものだけを有効にしましょう。下地を編集モードで選び、右のサイドバーにある編集を見ますとオートミラーがあるかと思いますので、この中にあるオートミラーボタンをクリックします。すると UV キーが簡単にミラー化されました。このアドオンは高い頻度でよく使うミラー化がワンボタンでできるという超高性能アドオンですので、有効化することをお勧めします。次に透過表示をオンにしましょう。透過表示にすることでメッシュが透き通るようになり、奥の頂点もまとめて選択ができるようになります。そして点キー1を押して正面にします。 B キーで下半分を選択、デリートキーで頂点を削除します。顔を表示し、下地を顔に合わせて S キーで大きさを調整しましょう。そして下地を頭にぴったりくっつけたいので、モディファイアからシュリンクラップを追加します。このモディファイアはオブジェクトに別のオブジェクトを貼り付けるためのモディファイアとなります。ターゲットの右にスポイトがありますのでクリックし、顔のモデルをスポイトします。すると UV キューが顔にぴったりくっつきました。オフセットの右を選び、さらに調整していきましょう。だいたいこんな感じですね。頂点を動かして髪の毛に見えるように調整します。プロポーショナル編集をオンにし、編集モードに変更。プロポーショナル編集というのは周りの頂点も影響を受けて変形する機能となりますので、頂点を動かす作業がとても楽になります。シュリンクラップに4つのボタンがありますが、一番左をオンにします。
するとケージがちょうどモディファイアの適用に合うようになり、調整がしやすくなります。まずは頂点を G キーで動かして頭に合うようにします。調整が終わりましたら、後頭部の頂点を追加します。下地の後頭部の頂点をシフトで選択。E キーで押し出して後頭部の付け根あたりまで追加しましょう。シュリンクラップの影響で耳や首の付け根にまでつきそうですが、なるべくつかない距離を保ちましょう。こんな感じですね。次は目と耳の間にも2つの頂点を E キーで押し出します。そして下地のおでこあたりの頂点をシフトで選択し、 G キーでマウスを上に動かしましょう。マウスのホイールを上下に動かすことでプロポーショナルの影響範囲を調整できます。そして3キーを押して真横にし調整していきます。終わりましたらオブジェクトモードにし、シュリンクラップは適用しましょう。そして編集モードにし、下地を A キーで全て選択し、Alt+E を押して縫製に沿って押し出しを選びます。すると面の向きに従って押し出すことができますので、髪の毛だと分かるくらいにまで厚み付けをしましょう。このくらいですね。このままだとヘルメットみたいなので、面を押し出して髪の毛を作っていきます。ピボットポイントをそれぞれの原点にし、面選択モードにし、おでこあたりの面をシフトで選択します。そして Alt+E から個々の面で押し出しをしますと、面を個別に押し出すことができました。マウスで調整した後、左クリックで決定します。すると面が選択されたままですので、次に S キーを押してマウスを左右に動かして毛先を小さくしていきましょう。この時あまり毛先を小さくしすぎると頂点がクロスしてしまいおかしなことになりますので、しっかりと確認をしながら調整しましょう。小さくしたら先の面はデリートキーで削除しましょう。髪の毛の先の面を削除する理由は、 UV 展開するとき削除しておいた方が展開しやすいのと、ループカットで髪の毛の長さが調整できるのが理由です。真ん中の毛先を G キーで調整していきましょう。同じことを耳の近くの髪の毛にもやっていきます。面を選択し S キーで髪の毛の先を小さくします。そしてデリートキーを押して面を削除。後ろ髪にもやっていきたいところですが、真ん中がおかしなことになっていますので直しましょう。まず隙間にある面を選択しデリートキーで削除します。次に下の頂点をシフトで選択、 G キーで反対側に動かします。この時ミラーのクリッピングにチェックが入っていればしっかりとくっつくかと思います。透過表示をオンにして面が埋もれていないかを確認し、問題がなければ修正が終わりました。これはモディファイアの適用の順番で起きる問題で、本当はミラーを先に適用してからシュリンクラップを適用しないと、先ほどのように予期せぬ形になるのですね。よくあるのがミラーサブディビジョンサーフェスの順番でかけているオブジェクトに対してサブディビジョンサーフェスを先に適用した影響でオブジェクトの見た目がおかしくなることがあります。モディファイアというのは一番上から順番に適用されます。そしてモディファイアの順番で結果が変わるという特徴があります。ここにサブディビが適用されることで、これが一番上から適用されてしまい、それで予期せぬ結果となってしまったのです。そのため本当は先にミラーを適用してからサブディビを適用するのが正しいのです。ですので、もしモディファイアを適用した時思いもよらぬ結果となった場合は、大体はモディファイアの適用の順番が原因ですので、しっかりと一番上から適用するといいです。ちなみに今回のシュリンクラップについては多少修正すればそこまで問題ないと思い、シュリンクラップを先に適用しました。話を戻します。それぞれの面をシフトで選択します。Alt+E から個々の面で押し出しをし、マウスで調整。左クリックで決定したら S キーを押してさらに毛先を調整。デリートキーを押して面を削除。G キーで髪の毛を調整していきましょう。耳の付け根に不自然な隙間がありますので、こちらも G キーで調整していきましょう。ちなみに上のメニューにある接続のみを外すことで裏側にある頂点も一緒に動くようになります。顔をさまざまな角度から見て下地と頭に隙間がないかを確認します。調整が終わりましたらオブジェクトモードにし、右クリックからスムーズシェードにし、見た目を滑らかにしましょう。よく見ましたら下地の前の毛先にも面がありましたので削除をしましょう。これで下地の完成です。
髪の毛の作成の前にそもそもカーブとはどういうものかを簡単に解説します。カーブとはその名の通り曲線です。このカーブをうまく用いることで、例えばパイプ、コップの取っ手、髪の毛など様々なオブジェクトを効率よく作ることができます。主にポイントというカーブを制御する丸を操作しながらオブジェクトを作ります。そしてカーブには5つの種類がありまして、シフト A からカーブの項目を見ますと5つあるのが分かります。実はこれらは大まかに2種類を分けることができまして、それは制御するポイントがハンドルかポイントのみかです。これだけだと分かりづらいので詳しく解説します。まずはベジェを選択し追加します。ベジェを編集モードにしポイントを選択すると長い線のようなものが出現しました。これがハンドルというものです。ベジはこのハンドルを選択し調整することで曲がり具合を決めていきます。一方ポイントのみであるパスを追加します。こちらはハンドルがなくポイントのみでカーブを制御します。なので上のベジェ円がハンドルで下の3つがポイントのみとなります。髪の毛をモデリングするのは基本的にパスとなります。ベジェでもいいのですが、こちらですとハンドルの制御はとても大変なのでポイントだけのパスの方がとても扱いやすいです。ベジェや円は髪の毛の断面図などに使うといいです。カーブの基本操作はまだまだありますが、実際に髪の毛をモデリングしながらの方が分かりやすいかと思いますので、後ほど説明します。では早速髪の毛をモデリングしていきましょう。顔と下地は一旦非表示にします。シフト A からカーブを選びパスを追加します。次にオブジェクトデータプロパティにプレビュー解像度というのがあります。これはカーブの頂点数を調整する項目で、数が多ければ頂点数が増え、すなわちカーブが滑らかになります。逆に少なくすれば頂点数は減って、すなわちカーブがカクカクします。ちなみに下のレンダー U というのはレンダリングした時の解像度で、0にすればプレビュー解像度の値がそのままレンダリングに反映されます。解像度を減らしたいのであれば、ここの数字を1にするなりしましょう。話を戻します。ここではプレビューの解像度の項目を1と入力しましょう。ここを1にしないと頂点数がものすごく多い髪の毛となってしまい、とても扱いづらくなるからです。そしてオブジェクトモードにしパスを選択。上のメニューから変換というのがありますので、この中にあるメッシュを選びます。するとカーブをメッシュに変換することに成功しました。この変換というのは文字通りカーブをメッシュに変更したり、メッシュをカーブに変更することができる機能です。カーブから髪の毛をモデリングするときはよくカーブからメッシュ化されることが多いです。ただこの変換で注意しないといけないのは、一度変換したカーブは元に戻せないことです。今は頂点だけですのでまだ問題ありませんが、この後断面図を作り、それを元にオブジェクトを作ります。変換した後に保存してブレンダーを閉じたら、最後別名で保存していない限り元に戻せなくなります。そのため変換をするのはもう直す必要がなくて、メッシュ化して問題ない時にしましょう。それか別名で保存してメッシュ化前のデータを必ず残しましょう。髪の毛モデリングに戻ります。そしてもう一度変換を選びカーブを選びますと、またカーブに戻すことができます。今何をしているのかと言いますと、このカーブからメッシュ、カーブと再変換することで制御しやすい髪の毛にすることができます。比較するために何も変換を加えてないそのままのパスとメッシュ、カーブと再変換したカーブを配置します。比較すると変換なしのカーブは制御点関係なしに辺が分割されているのに対し、再変換したカーブは制御点を起点に分割されています。カーブを E キーでそれぞれ押し出してみますと、変換なしは結構自由に変形されるのに対し、再変換した方は制御点を基準に曲がります。この制御点が基準になるというのがすごく大事で、これのおかげで髪の毛が制御しやすくなり、さらに髪の毛の頂点を並べたりするのが容易になります。頂点数は円のプレビュー解像度から通知を変えることで調整ができます。また制御点を増やしたり減らしたりすることで自由に髪の毛が作りやすいです。以上が再変換する理由でした。次に髪の毛の断面図を作ります。シフト A からカーブの中にある円を追加、 G キーで外側に移動させましょう。編集モードで確認しますとポイントが4つありますので、1つだけ削除し3つにします。次に3つのポイントを選択、上のピボットポイントをそれぞれの原点にし S キーを押してマウスを動かし三角形にしましょう。この三角形は髪の毛の断面図となり、これを元に髪の毛が生成されます。そしてカーブにオブジェクトを指定しましょう。カーブを選び、オブジェクトプロパティのジオメトリの中にあるベベルが現在丸目になっていますのでオブジェクトにします。そしてオブジェクトの中にある右のスポイトから先ほど制作しました断面図をクリックします。すると断面図の形状をもとにカーブにオブジェクトが作られました。
後で形を変えることもできまして、断面図を調整するとカーブも調整されます。ちなみに断面図は原点位置も大事で、この原点がカーブの位置で、その周辺にオブジェクトが作られます。もし原点がずれていましたら、オブジェクトモードで選択し、上のメニューからオブジェクト、原点を設定から原点をジオメトリへ移動を押すことで、原点を真ん中へ移動させることができます。また、断面図から頂点数を決めることもできます。断面図をオブジェクトモードで選択し、オブジェクトデータプロパティの中のプレビュー解像度から決められます。今回は1と入力しましょう。次にカーブの基本操作を解説します。カーブを編集モードにし、ポイントを選択。右のトランスフォームを見ますと、様々な項目がありますが、特に大事な X、Y、Z、半径、傾きのみ解説します。X、Y、Z は3軸の位置を決めて、半径は大きさ、傾きはカーブの傾きを決めます。例えば、カーブのポイントを Y 軸に移動させたい場合、Y の数字を左右にドラッグすることで、カーブを Y 軸に移動させることができます。半径というのはポイントの大きさで、左右にドラッグすることでポイントのオブジェクトの大きさが決められます。傾きはポイントの傾き具合で、ドラッグすると傾きが決められます。そしてこれらにはショートカットキーがありまして、ポイントを選択し G キーを押した後に X、Y、Z と押すことで軸を固定しながら移動させることができます。半径の場合、一見 S キーで大きさ調整できそうですが、実はできません。こちらは Alt+S を押し、マウスを左右に動かすことで調整が可能です。傾きに関しても同じで、R で傾かせることはできません。こちらは Ctrl+T を押し、マウスを動かして調整していきます。カーブの複製をしたい場合、複製したいカーブを L キーで選択。次に Shift+D を押すとできます。ポイントの追加は E キーで押し出すことでできまして、削除はポイントを選択してデリートキーを選択、頂点を選ぶとできます。またカーブにはモディファイアをかけることができまして、モディファイアを追加からサブディビジョンサーフェスを追加しますと、カーブもしっかりと細分化されます。今回はこのサブディビをかけながらのモデリングとなります。ここまでの基本操作をまとめますと、 G キーで動かす、Alt+S で拡縮、Ctrl+T で傾き、E キーでポイントの追加となります。特に拡縮と傾きのショートカットは結構複雑なので、まだ慣れていなければトランスフォームの半径と傾きから調整することをお勧めします。ここからは本格的に髪の毛をモデリングしていきます。髪の毛はパーツごとに分けると非常にモデリングがしやすく、主に前髪、触覚、横髪、後ろ髪の4つに分けていきます。さらに髪の毛は10個の房を意識するといいです。房というのは髪の毛の塊のことで、前髪は3つの房、横髪は触覚を含めて4つの房、後ろ髪は2つの房、そして真後ろに1つの房を入れます。すると合計10個の房となり、この房を作ると最初から意識すれば当てずっぽうにモデリングするということがなくなり、どこにどういう髪の毛を作るかが計画が立てやすくなります。10個なので10個の房だけを作るのかと言いますと、そういうことではありません。正確には1つの房の中にいくつかの細い房を入れていくことで、より細かい髪の毛をモデリングしていくというものです。例えばこの前髪を見ますと、1つの房の中に3つの房があります。この3つの房をひとまとめにして1つ、そして左右を見ますと2つの房がありまして、これらをまとめて1つ、合計3つの前髪の房があるという感じです。つまりこの10個というのは全体を通して10個に分けられるということです。もちろん髪型やモデルによって房の数は上下します。その場合はもっと房を少なくしても構いませんし、多くしても大丈夫です。今回はこの10個を基準に話を進めていこうかと考えています。まずは前髪からいきましょう。見やすくするため一旦オブジェクトは削除しておきましょう。前髪の形を合わせるためにカーブをオブジェクトで選択、 RY90 と数値を打ちカーブを立たせましょう。次に点キーの3を押して真横にします。顔と下地を表示させてカーブを G キーで押して顔の前に配置しましょう。その後カーブを編集モードにし、ポイントを選択、 G、Y などと移動させ、顔の形状に合わせるためにカーブを調整していきます。こんな感じですね。そしてもう一度断面図をスポイトしましょう。
向きがおかしいので直していきます。カーブのポイントを A キーで全て選択。傾きの項目に90と入力し、向きを整えます。90でうまくいかない場合はマイナス90か180と入力しましょう。髪の毛の先は Alt+S で小さくします。真ん中あたりの大きさはお好みで調整しましょう。ポイントが少ないので点キー3を押して横にし、頭のてっぺんのポイントを E キーで追加し、頭の真ん中あたりまで押し出しましょう。次に左右にも髪の毛を追加していきます。ポイントを A キーで全て選択し、Shift D で髪の毛を複製、大きさを調整していきます。Ctrl T で向きも調整しましょう。G キーでポイントを動かしていきます。同じような髪の毛を反対側にも作りましょう。L キーを押して小さな髪の毛のポイントのみを選択し、Shift D で複製、形を整えましょう。最初は見た目がいびつでも大丈夫です。髪の毛の太さや髪の枝分かれなどは後でメッシュに変換するときいくらでも調整ができますので、とにかく最初は髪の毛だと分かるような形にしていくことです。とりあえずここまでにしましょう。さらに左右にも同じように前髪を複製していきましょう。L キーを押して Shift D で複製、ポイントを G キーで調整し、半径と傾きで形を整えるの繰り返しです。カーブを反転させる方法を紹介します。まずカーブを Shift D で複製し、P キーで別のオブジェクトとして分離させます。次に Ctrl M と押しますと、どの軸を基準にミラーするか決められますので、ここでは X と入力しましょう。すると X 軸を基準に反転しました。そして反転したカーブ、元のカーブの順番に Shift で選択、Ctrl J でカーブを結合して終わりです。そして調整していきます。これらは前髪ということで、オブジェクトモードで全て選択し、M キーを押して新規コレクションを追加、前髪と入力しましょう。次に横髪を制作します。先ほどの前髪カーブを使い回しましょう。カーブを L キーで選択し、Shift D で複製、P キーを押して分離します。一旦オブジェクトモードにし、横髪のみを選択。その後、モディファイアからミラーを追加し、左右対称にします。そしてミラーの座標軸を Z 軸のみにします。ミラーがうまくいかない場合はカーブを選び Shift C を押してカーソルをワールドの中心に置きます。次に上のメニューにあるオブジェクトから原点を設定の中にある原点を 3D カーソルへ移動を選ぶことでしっかりと左右対称になるかと思います。そして Ctrl T で傾きを調整し、ポイントを G キーで移動させ E キーで追加などを押して横髪を作っていきます。ちなみにポイントとポイントの間はなるべく間を均等にするといいです。これは後に UV 展開するためで、あまり間を空けすぎたり詰めすぎたりすると UV 展開した時解像度にばらつきが出てしまうからです。ここでは間が空きすぎていますので、ポイントを2つシフトで選択し、右クリックのメニューから細分化を選びます。すると間にポイントを追加することができます。Ctrl T で傾き、Alt S で大きさを調整しつつ横髪を作成していきます。横髪をモデリングするとき、頭のてっぺんは生え際位置となります。3キーで真横から見たとき、生え際を起点に曲線を描いて垂れ下がるようにすると綺麗な横髪が作りやすいです。横髪は斜めから見たとき、膨らみがあると髪の毛の柔らかさが表現できます。ここがペタッとしていますと、髪の毛が肌にくっついているような感じがして清潔感が薄れてしまいますので、やや隙間を空けてふわっとさせるといいです。このぐらいにしておきましょう。これも全てをオブジェクトモードで選択し、M キーを押して新規コレクションを追加、横髪と入力します。触覚も横髪としてまとめちゃいましょう。前髪を少し修正します。ここで前髪のコツを話していきます。左右の前髪は
横髪へ流れるようにモデリングすることで前髪が自然に見えやすくなります。また前髪は頭の中央へ収束するように配置することで髪の毛に流れができて自然に見えやすくなります。横髪もやや修正します。このくらいにしましょう。コントロール S で保存することも忘れないようにしましょう。コントロール S は保存のショートカットキーとなり、ほとんどのソフトで共通していますので覚えるといいです。最後に後ろ髪を作りましょう。こちらは横髪を Shift-D で複製して作っていきます。コントロール T で傾き、Alt-S で大きさを調整しながら作業していきます。なるべく髪の毛に隙間ができないように埋めていくのがコツです。後ろ髪は真横や斜めから見たとき、球体の形になるようにモデリングしていくといいです。髪の形状がデコボコしていると柔らかさがなくなってしまいますので、常に球体を意識しながら髪の毛をモデリングする必要があります。また後ろ髪も前髪と同じく中央へ収束していくように配置するといいです。終わりましたら P キーで分離し、すべてをオブジェクトモードで選択し、M キーを押して新規コレクションを追加、後ろ髪と入力します。真後ろにも房を追加しますが、こちらはミラーではなく単体の房としてモデリングしていきます。後ろ髪を Shift-D で複製し、P キーで分離します。一旦オブジェクトモードにし、真後ろの房だけを選択します。こちらはミラーをかける必要がありませんので、モディファイアを削除しておきます。あとは形を整え、髪の毛と髪の毛の間に隙間ができないように変形させていきます。別のオブジェクトにすぐ切り替えたいのであれば、編集モード中に対象のオブジェクトにマウスカーソルを置き、Alt-Q を押すとすぐに切り替えられます。行ったり来たりが大変な時はこれを使いましょう。ここでもコツなのですが、カーブのポイントを横並びにすることで辺もきれいに並ぶようになり、後で UV 展開して図を揃えるとき、テクスチャーが貼りやすい UV 図を作ることができます。これもカーブを再変換した理由の一つとなります。ただ、まだカーブに慣れていないときはあまりこれを意識しすぎない方がいいので、初心者さんはとにかく髪の毛制作に集中しましょう。ここからは修正の作業となります。今回はミディアムショートとなりますので、実際に資料をいくつか見ながらモデリングしております。髪の毛の美しさを表現するためには丸っぽさを出すことが肝心です。そして大きさのバランスも大事で、髪の毛があまり大きすぎると頭が大きく見えてしまうし、逆に小さすぎるとボリュームがなくてベタっとした髪の毛に見えてしまいます。それを様々な角度から確認しながら調整しますので、髪の毛モデリングは結構時間がかかります。ただ今はまだメッシュ化しておりませんので、カーブの段階では丸っぽさが出ていれば大丈夫です。メッシュ化してからが本格的な修正作業となり、今はサクッと簡単に修正するぐらいがちょうどいいです。また髪の毛でもう一つ大事なのは生え際です。生え際から毛を流れるように生やすことで、より自然な髪の毛をモデリングすることができます。前髪、横髪、後ろ髪の位置調整をするときは、しっかりと髪の毛の生え際はどこかを意識するといいです。今回の場合でしたら、頭の中央が生え際となり、中央の縦長の線、つむじを意識しながら毛の流れを作る感じです。この生え際は髪の毛の形状によって変わりますが、大体は中央の縦長が生え際になることが多いです。次はこれらのカーブをメッシュに変換させ、形を整えていきます。まずは前髪からいきましょう。変換する前にモディファイアのサブディビジョンサーフェスは一旦削除しておきます。これをしないと頂点数がやたら多くて扱いづらい髪の毛の房ができてしまうからです。前髪をオブジェクトモードで選択、オブジェクトから変換、メッシュを選びます。これでカーブがメッシュへと変換することに成功しました。そして先ほど削除しましたサブディビジョンサーフェスをもう一度追加します。これで頂点数がある程度抑えた状態の髪の毛が出来上がります。前髪を編集モードにします。
次に髪の毛の左右にクリースをかけましょう。クリースというのはタブディビジョンサーフェスの影響を受けなくさせる機能で、房の左右にクリースをかけることでアニメキャラのような見た目の髪の毛を作ることができます。現在とても選択がしづらいので、前髪の真ん中の房のみを L キーで選択し、シフト H でこの房のみを表示させます。このショートカットキーは選択した頂点のみを表示し、それ以外を非表示にする機能です。一見すると周りのメッシュが全て消えたように見えますが、非表示になっただけですのでご安心ください。元に戻したい場合は Alt-H を押すことで表示されます。上のメニューから変モードにし、左右の変を Alt と Shift で同時に押して選択。右のサイドバーのアイテムからクリースを1にすることで、このようにくっきりさせることができました。Alt-S でカーブを大きくしましたので、結構大きな負債になっています。なので髪の毛の頂点を G キーで選択、透過表示も使っていきながら形を整えていきましょう。ここで後で行う UV 展開を楽にするためと、髪の毛の見た目にメリハリをつけるためにシームとシャープの2つを入れていきましょう。シームとは切れ目のことで、シームを入れることで UV 展開することができます。シャープというのはメッシュの見た目をくっきりさせる機能で、主にスムーズシェードをかけた時に使用します。まずは変モードにし、先ほどクリースをかけた左右の辺を Alt-Shift で選択。次に上のメニューから辺を選択、シームをマークします。辺が赤くなっていったら成功です。次にもう一度上のメニューの辺を選び、シャープをマークします。すると2つの辺を入れることに成功しました。辺が紫色ならクリース、赤色ならシーム、水色ならシャープを入れていることを意味します。これらを複数入れた場合は、どうやら赤色のシームが最優先で表示されるようです。ちなみにシープとシャープを消したい場合は、辺を選び、すぐ下にあるクリアを選ぶことでできます。一旦 Alt-H で全てのメッシュを表示させます。先ほどシャープをかけましたので、ついでに髪の毛をスムーズにしましょう。髪の毛をオブジェクトモードで選び、右クリックからスムーズシェードをしますと、このように髪の毛が全て滑らかになりました。ただこれだけですとシャープの効果が出ませんので、自動スムーズというのをかける必要があります。オブジェクトデータプロパティからノーマルというのがありますので、この中にある自動スムーズにチェックを入れて角度を180度にします。するとシャープをかけていないところは滑らかなままなのに対し、シャープをかけたところはくっきりさせることができます。シャープというのはこのように見た目のメリハリをつけるためにありますので、使いこなせるようになることでよりモデリングの表現の幅が広がります。左右の前髪にも同じことをします。左右を L キーで選択し、シフト H を押して他を非表示にします。先ほどを一つ一つやっていくと時間がかかりますので、いっぺんにやりましょう。変モードにし、変をシフト Alt で選択、クリース、チーム、シャープを入れた後、G キーで大きさを調整していきます。Alt-H で他を表示させ、形に納得がいかなかったら G キーで整えましょう。あとはひたすら調整の作業です。プロポーショナル編集の接続のみにチェックを入れることで、分離したメッシュが干渉しなくなり、調整が楽になります。次に横髪をやっていきます。こちらはミラーとサブディビを消して、オブジェクトの変換からメッシュを選択し、メッシュ化、そしてもう一度ミラーとサブディビを追加します。前髪と同じように変モードを選び、透過表示をオンにし、左右にクリース、シーム、シャープをマーク、
そして頂点モードにし、動画表示やプロポーショナル編集などを使いながら G キーで調整です。オブジェクトモードにし、プロパティからノーマル、自動スムーズにチェックを入れて角度を180と入力します。とりあえずこんな感じです。そして後ろ髪にも同じことをやっていきます。どんどん修正していきます。頂点を増やしたければコントロール R でループカットして形を整えていきましょう。また毛先をそろそろ尖らせたいので、毛先の頂点を選び S0 と入力しましょう。これで毛先の穴が目立たなくなります。一旦完成としましょう。次は髪の毛を枝分かれさせる方法を紹介します。枝分かれの方法には正解はなくて、自分はその時の髪型に対応して枝分かれさせる方法を変えたりしています。なのでこれは横髪を枝分かれさせる方法を一つ紹介しようと思います。まず枝分かれさせたい頂点を選びます。マウスを上に持っていき V キーで切り離します。すると穴ができました。この穴を押し出して枝分かれさせていくという流れです。次に穴の下が前に出過ぎていますので G キーで動かして少しへこませます。穴の周辺の頂点をシフトで選び E キーでどんどん下へ押し出していきます。なるべく他の髪の毛に重ならないようにするのがコツなので、いろんな角度から見ながら動かしていきましょう。髪の先は S0 と入力して閉じます。そしてここにも左右にクリーズ、チーム、シャープを入れてきます。さらに根元部分にチームを入れます。これをすることで枝分かれした髪の毛の UV 展開がうまくいきやすいです。ちなみに枝分かれはあまり多すぎると見た目がくどくなってしまいますので、どうしても枝分かれする必要がある箇所だけにしましょう。髪の毛のボリューム感が足りないので修正します。オブジェクトモードにして S キーで少し大きくし、編集モードから G キーで膨らみを調整します。こんな感じですね。区切りがいいので一旦休憩にしましょう。それでは髪の毛の UV 展開を始めます。UV 展開というのはシームという切れ目を入れて 3D を 2D に展開することを言います。先ほどシームを入れてきましたので、あとは展開するだけです。また今回は横髪や後ろ髪はミラーを適用せずそのままやっていこうかと思います。まずは上にある UV エディティングタブをクリック。左が展開された UV 図が表示され、右は作業画面です。
まずはオーバーレイ表示をオンにし、すべて頂点が見えるようにします。次にアウトライナーから作ってきました髪の毛すべてをシフトで選択します。現在選択がバラバラなので、一旦オブジェクトモードにした後、編集モードにします。A キーを押すと髪の毛がすべて選択されるかと思います。そして U キーを押した後、展開を選びます。そうすると左の画面に展開された髪の毛が表示されます。もしうまくいってない場合は、どこかでシームを入れ忘れているか、間違ったところにシームを入れている可能性があります。その場合は該当するところを探してシームを入れ直す必要があります。髪の毛は表と裏で分けられる箇所にシームを入れるのが基本となります。UV 展開がうまくいきましたら、次は髪の毛の UV 図を並べる作業をしていきます。このままですとどれがどの髪の毛なのかがわからないので、まずは前髪を探しましょう。作業画面から面選択モードにし、前髪を選び L キーを押します。すると下にリンク選択というのがありますので、ノーマルを選びます。左の図を見てみますと、今選択している髪の毛の表と裏の図が表示されるようになります。今表がひっくり返っていますので、元に戻しましょう。左の画面から表の図を L キーを押して R180 と入力しますと、元に戻すことができました。裏も同じく L キーで選択し R180 と入力しましょう。次にこの髪の毛を分かりやすい形に展開したいと思います。今回は格子状に展開する方法を紹介します。まずは四角形を1つだけガタつきがない正しい四角形にしたいので、横の頂点2つをシフトで選び、右クリックした後 X 軸揃えを選びましょう。これをすることでガタつきがなく縦に揃えることができます。次に真上の頂点2つをシフトで選び、右クリックから Y 軸揃えを選びます。下もやっていきます。これで横にきれいに揃えることができました。ガタつきのない四角形にしたら、次は面選択モードにし四角形を選びます。そして右クリックした後、アクティブ四角面に追従を選びます。すると今選択した四角形を中心に UV 図が格子状に展開できました。大きさを変えたいので、まずは L キーで表の目をすべて選択。S キーを押した後、X を押して横に引き伸ばしましょう。そして格子状に展開した表の髪の毛を G キーで動かし、好きなところに配置しましょう。同じことを裏面にもやっていきます。横の頂点2つをシフトで選び、右クリックから X 軸揃え、上下の頂点2つをシフトで選び、右クリックから Y 軸揃え。そして面選択モードにし、右クリックした後、アクティブ四角面に追従で格子状に展開していきます。裏面は今回そこまで重要ではないので、S キーで小さくして下の片隅に置きましょう。他の髪の毛も今の作業を繰り返していきます。右の画面から他の前髪の面を選択し、L キーを押して下のメニューはノーマルにします。左の図がひっくり返っていたら L キーで選択し R180 と入力し立たしていきます。頂点選択モードにし、横の頂点2つをシフトで選び、右クリックから X 軸揃え、上下の頂点2つをシフトで選び、右クリックから Y 軸揃え。面選択モードにし、右クリックした後、アクティブ四角面に追従で格子状に展開します。図がどこに配置されているかわからなくなったら、左上の同期アイコンをクリックすると、現在の髪の毛の図が全て表示されるようになります。また1キーで頂点選択の、2キーで辺選択の、3キーで面選択のショートカットキーとなりますので、作業効率アップのために覚えておきましょう。先ほどシフトで頂点選択しましたが、辺選択でも同じことができます。こっちの方が早いかと思いますので、作業するならこちらをお勧めします。ちなみに左上の同期をオンにすると UV 図が全て表示されますが、これは UV と編集モードでのメッシュの選択を同期させるものなので、切れ目を頂点と辺で選ぶと裏面も選ばれてしまいます。なのでそれを防ぎたいのであれば同期をオフにする必要があります。
横になっているものは R90 か -90 と入力し縦にしましょう。またこの格子状を一発でできるテクスツールズという優れた外部アドオンがあるのですが、今回はあえてそれを使わないで作業をしております。ものすごく地味な作業となりますが、これをすることで後で髪の毛をテクスチャーペイントで描くときすごく楽になるのですね。もちろんこういうことはせず、普通に毛先の頂点を結合して UV 展開するというやり方もありますので、このやり方が必ずしも絶対に正しいというわけではございません。アドオンなしで格子状に展開するのであれば、こういう作業が必要になるということだけ覚えていただけたらと思います。終わりましたが、スペースが空いてしまいました。このスペースを使わないのはもったいないので、配置を変えましょう。例えば表の UV 図をもう少し大きくするなどしてみましょう。ちなみに髪の毛の図を配置するときは隙間はそれなりに空けましょう。図と図がくっつきすぎるとテクスチャーを貼るときやベイクするとき色が干渉するなどおかしなことになるからです。これで格子状に展開し揃える作業が終わりました。さて、いよいよテクスチャーペイントに入りたいところですが、その前に UV の歪みを確認しましょう。UV 図に歪みがあるとテクスチャーも同時に歪んでしまいます。なのでその歪みがないかを確認しましょう。まずは上にあるテクスチャーペイントをクリックします。そして一旦オブジェクトモードにし前髪を選択、テクスチャーペイントモードにします。テクスチャースロットの中にあるプラスボタンをクリック、ベースカラーを選びます。すると設定項目が出てきます。これは画像サイズなどを決める項目ですので、今回は画像の大きさは2048ピクセルでいきたいので、幅と高さを上下にドラッグし2048と入力しましょう。そして生成タイプをカラーグリッドにしたら OK をクリックするとカラーグリッドマテリアルが作成されました。そして他の髪の毛にも同じマテリアルを追加したいので、オブジェクトモードにし横髪を選択、マテリアルプロパティから先ほど追加しましたマテリアルを左の図から追加します。後ろ髪にも同じマテリアルを追加。カラーグリッドというのは UV 図の歪みを確認するための画像で、このグリッドが大きく伸びていたり変な方向へ曲がっていたらテクスチャーも歪みやすくなりますので、 UV エディターに戻り歪みを正す必要があります。表示をマテリアルプレビューにし、オブジェクトモードから髪の毛をすべて選択、編集モードにした後 A キーで全て選択することで UV 図が全て表示されます。そして作業をしやすくするために上のメニューから左の図をクリックし、先ほど作成しました画像を追加します。するとカラーグリッドが 2D にも表示されました。右の図を見ながら左で G キーなどを使って調整しましょう。コツとしては正方形が均等になること、グリッドとグリッドが並ぶように調整することです。また歪みは UV の問題というよりメッシュの形が歪みすぎているのが原因というのもありますので、メッシュも少し修正するといいです。
とりあえずこれで歪みの調整は完了とします。正直突き詰めると終わらない作業ですので、どこかで妥協する必要はあります。一通り確認し、大きな問題がなければ髪の毛のテクスチャを塗っていきます。ノードから作る方法もありますが、細かい影の調整などは手で描いた方が調整しやすいので、ここではテクスチャを塗るということをやっていきます。とは言っても、髪の毛を緻密に描き込むのは絵心がないと非常に難しい作業なので、ここではアニメ調な髪の毛に見える最低限かつ簡単なテクスチャーを描いていこうかと思いますが、その前にいろいろ準備をしましょう。まずはシェーディングタブに移り、髪の毛のマテリアルを見ますと、プリンシプル BSDF ノードがありますので、これをデリートキーで削除、テクスチャー画像のみをつなげます。これで髪の毛の色味を出すことができます。そしてテクスチャーペイントタブをクリック、テクスチャーペイントモードにした後、マテリアルプレビューにします。もしテクスチャーの色味が薄い場合は、レンダープロパティの中にあるカラーマネジメントのビュー変換を標準に変えることで治るかと思います。現在画像がカラーグリッドになっておりますので、これを空の画像に変えます。画像エディターの右のメニューに矢印がありますのでクリックします。画像を見ますとタイプがカラーグリッドですので、これをブランクにします。そして右の画面のカメラを少し動かしますとテクスチャーが更新されます。最初は髪の毛のベースとなる色をカラーピッカーから決めましょう。ここをどういう色にするかは各自お好みで構いません。色を決めるのが苦手という方もいるかもしれませんので、一つコツを教えます。それはベースカラーは彩度の高い色は使わないことです。彩度の高い色は基本的に際立たせたい時に使うメインカラー、あるいはアクセントカラーとなります。ベースカラーというのは最も大きな面積を占める色で、メインカラーとアクセントカラーを際立たせるために存在します。ベースカラーを彩度の高い色にしてしまうと見た目がどぎつくなってしまいます。そのためベースカラーは淡い色などが扱いやすいとされています。右を調整することで明度が決められますので、ベースカラーを決めましょう。この動画では薄い赤茶色にします。色を決めましたら、現在表示がビューになっていますので、左上をクリックしペイントに変えましょう。これで色を塗ることができるようになりました。そして左のメニューからフィルを選び、左の図をクリックし一気に塗りつぶしましょう。そしてこの色をカラーパレットに追加します。カラーパレットというのは色を保存する機能です。作成していない場合はニューというボタンが出てきますのでクリックします。そしてプラスボタンを押すことで追加できます。またテクスチャー画像を保存するために画像をすべて保存するのを忘れないようにしましょう。ブレンダーとテクスチャー画像は別々に保存されますので、絶対に保存を忘れないようにしましょう。さて、これからアニメ調の髪の毛を作っていきます。アニメ調の髪の毛にするコツは3つありますので紹介します。まず1つ目は髪の毛の裏側に影を入れることです。ペイントテクスチャーモードにし、アウトライナーの左側を見ますと現在のモードが確認できます。小さな丸をクリックすることで対象のオブジェクトをテクスチャーモードにすることができます。これを使ってそれぞれの髪の毛の裏側の UV 図に影を塗っていきます。カラーピッカーの回転矢印アイコンをクリックします。これは2つのカラーを交換する機能となりまして、右側の色が左側に来るようになり、こちらを塗れるようになりました。カラーパレットから色を追加し、やや暗めにします。そして試しに塗ってみてしっくりきましたらカラーパレットに追加します。テクスチャー画像もコントロール Z で1つ前に戻すことができます。ただ注意しないといけないのは、先に画像を保存しておかないとコントロール Z した時かなり前に戻ってしまうことがあるので、テクスチャーの保存をしながらペイントしましょう。ついでにブラシも変えていきましょう。右のメニューの中に減衰メニューがありますので、クリックしますとグラフのような画面が出てきました。下あたりにいくつかアイコンがありますが、一番右をクリックします。これにすることでぼかしがなくなり、くっきりさせることができるようになります。アニメ調の髪の毛は光と影がくっきりしているのが特徴ですので、今回はこのブラシで描いていきましょう。基本的に髪の毛テクスチャーは左の 2D と右の 3D を使い分けながらの作業となります。ここでは 2D から裏面を塗っていきましょう。直したいのであれば回転アイコンでベースカラーに戻し色を塗っていきます。
ブレンダーには消しゴムツールがありませんので、このベースカラーで戻す必要があります。またブラシの大きさは F キーを押してマウスを左右に動かすことで調整ができますので、これも覚えるといいです。終わりました。これで表と裏で分かれるようになり、見た目にメリハリがつくようになります。このテクニックは一番簡単なので、真っ先に実践するといいかと思います。2つ目は髪の毛の先は暗くしていくことです。これは髪の影となる色で、最近のイラストでもよく使われているテクニックです。この色はベースの色をやや暗くするのがいいかと思います。先ほどの髪の毛の裏面と同じようにカラーピッカーから色を決めて追加しましょう。ここの色を決めるのが難しい場合は参考資料を確認しながら作業するといいです。例えばピンク髪なら同じピンク髪のアニメキャラなどを探してどういう色を使っているかを見た方がいいです。ポイントとしては裏面の影よりは明るめの影となります。2D 画面から前髪の影を塗っていきましょう。すると 3D の画面に反映されるかと思います。このようにやや暗い影を入れて毛先を暗くしていきます。2D で描くと歪む場合は 3D で修正をしましょう。3D で思い通りにいかない場合は 2D で修正と交互に作業する感じです。左右の髪の毛にも同じような影を入れていきましょう。色味に満足できない場合は後で重ね塗りするなど調整ができますので、各自好きなように修正しましょう。線がガクガクしてしまう場合はストロークの項目にありますストロークの安定化を選ぶことで線が滑らかに描けるようになります。とりあえずこんな感じですね。3つ目は髪の毛にハイライトを入れることです。ハイライトを入れることでより髪の毛にツヤが出ます。髪の毛のハイライトはだいたいおでこの周辺あたりにかかります。というわけで描いていきましょう。色を決めたいのでカラーピッカーから明るい色にした後カラーパレットに追加します。ハイライトはいろんな描き方がありますが、ここでは比較的簡単な三日月型にしましょう。またハイライトは水平ではなく曲線にして描きましょう。髪の毛はつむじを中心に広がっていますので、この流れを意識しながら描くといいです。もちろんモデルによってはハイライトがない方がいい場合もありますので、入れるか入れないかは各自の判断にお任せします。髪の毛の形と大きさを調整します。横髪にも同じことをやっていきます。ここでマスクの入れ方を紹介します。編集モードにし、描きたいメッシュのみを選択します。次にテクスチャーペイントモードにし、すぐ隣にあるペイントマスクをオンにします。すると選択した箇所のみがマスクされ、ここだけ描くことができるようになります。こちらは枝分かれしている箇所がありますので、その下に影を落とすことで立体感が出ます。
後ろ髪もやります。一旦ここまでにしましょう。完成しました。以上が髪の毛のテクスチャーペイントでした。下地も UV 展開、テクスチャーペイントしましょう。髪の毛は一旦非表示にし、下地を編集モードで A キーで選択します。透過表示、変モードと調停モード、マテリアル表示を使い分けながら切れ目を入れたい箇所にシームを入れます。そして U を押して UV 展開。UV エディターに移り S キーで小さくします。マテリアルから髪の毛のテクスチャーを追加します。そしてテクスチャーペイントに移り、下地にペイントを塗って完成です。いかがだったでしょうか。今回は髪の毛のモデリング方法を一通り解説してきました。今回はブレンダー 3.2 での解説でしたが、3.3 から新しいヘアシステムが追加されます。こちらはジオメトリーノードがベースとなりまして、たくさんの髪の毛を操作することが簡単になります。こちらが追加されることで、より髪の毛の表現が広がるかと思います。実は髪の毛のモデリング方法にはまだ様々なコツがありまして、それを解説した動画を過去に投稿しておりますので、もしご興味がありましたらこちらをどうぞ。また今回は顔を用意していること前提で話をしましたので、顔そのもののモデリング方法が知りたい方は過去に顔を一からモデリングする講座を投稿していますので、こちらもどうぞ。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。